はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はちょっと雰囲気を変えて違う場所からお届けしたいと思います。ちょっとカードが見にくいかもしれないんですけども、全体のカードの画像を私のホームページの方には毎回上げていますので、もしカード全体をご覧になりたかったらそちらの方もご覧ください。では行きましょう。今回は7月前半のタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。本当はね綺麗な帳簿をお見せしたかったんですけども、もう日が暮れてしまったのでちょっと違うアングルからお届けします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。はい、ソードナイト逆、見えませんね、すいません、見えないですね。ソードナイト逆、そしてワンドクイーン逆、ソードエース、吊るし人逆、バンド6、カップ10の逆、そしてカップに気をつけることや対策はワンドの7逆とソードの2逆。オラクルはじゃん。はい、カップの6です。いつもよりカメラが近いから見せやすいカップの6ですね。そうですね。まず星で見た時にこの7月前半っていうのは前回のね6月後半の時から引き続き社会運がいい時なんですね。社会運がいい時っていうのは外の世界が明るいよみたいな時なので、何かと外の世界、社会と関わるきっかけがあるとか、外に行くきっかけがあるとか、自分より目上な人や年上の人や親や何か自分が今見てる自分の世界と関わりやすいよという時なので、世界が開かれているっていう感じなんですよね。こう自分が内側にこもって自分の中だけでっていうのではなく、今のこの時期の天秤座さんっていうのはすごく外側に扉が開かれていて、自分の可能性もどこまでも飛んでいくみたいな時なので、もしそういう意識をお持ちであれば、おそらく現実的に世界が変わってきやすい時だと思います。そして何かカードで見た時に非常に今頑張っているとか急いでいるとか何か努力しているみたいな感じがすごくします。ここでソードのねナイトというカードが出ていて、私から見ると逆位置なんですけども、何かせっかく今来てるこのチャンスを生かさないとか、もっと何かを調べなきゃとか、もっと自分を高めようみたいな形ですごくいい、これはエネルギーとして自分で自分のことを押してるのかなっていう感じがするんですね。自分で自分のことをプッシュしていい形に持っていかなくちゃみたいな感じですごく押してる感じがします。ちょっとそこに少しだけちょっと無理してでもやろうみたいな感じがあるのかなって思いますね。どうでしょうね。これは自分のその星の動き、なんとなく今感じてらっしゃる今の運勢を感じて、今頑張り時だと思って頑張ってらっしゃるのであれば、本当に素晴らしいことだと思います。星の流れではね、そんな風に自分の世界が開かれてくるし、その可能性を開いていく時だよっていう時なのでね、今年の後半っていうのはね、それに対してじゃあ頑張るっていう感じなんだなっていう感じで出ています。ただ少しそこに焦りとか、ちょっと不安をかき消すような行動力みたいなものがあるのかなって感じもありますね。でもなんだか元々の意図はすごくポジティブで、自分の仕事とか何か目的に合わせてやっていこうみたいな力がすごく強く出てます。で、過去のところにもソードのエースっていうのが出ていて、これは本当にねやるぞみたいな、行くぞっていうような感じもあるので、相当いい気合を入れて何かを決断されたのかなっていうふうに思います。でもこれはね本当に素晴らしいことだと思うんです。いつでも私たちの可能性っていうのはいつでもその人の意識が開けば可能性っていうのは出てくるんですけれども、特にね今年の後半、特にもしくはこの6月後半や7月って前半もしくは後半もですけど、6月7月っていうのは天秤座の皆さんにとっては世界が本当に開かれるみたいな時なので、何かやっぱり行動する方が早いですよね。でそれがすごく出てるなっていう感じで、おそらく現状のところで吊るし人の逆が出ているので、ご自身が想定している状態とは少し違う状態だからこそ頑張ろうとかもっともっとっていう形で自分をプッシュしているのかなと思うんですけども、もしねこんなに頑張ってるのに現状が変わっていないとか、もしくはなかなか進んでいないと感じていらっしゃるのであれば、ちょっとだけ立ち止まって違う角度から今の現状を見てほしいっていう感じがあります。ものすごく頑張って前に向かってやってるよっていう時って
全然自分が進んでないように感じるかもしれないんですけど、ちょっと止まって振り返ってみたら、あ、こんなに進んでたのとか、こう何か別の対象物に意識を向けることで、あ、自分ってちゃんとできてたんだとか、あ、こんなに頑張ってたんだみたいなことも分かるので、もしですけど少しご自身で自分を査定しているようなね感覚があるのであれば、ちょっと立ち止まって違う角度から自分を見てみるっていうものもしてみてくださいね。そうすると途端になんか気分が晴れやかになるっていうか、自分がそうやって気づこうと、今の自分をちゃんと受け入れようとした瞬間に、他者からの嬉しい言葉があったり、何かしらね、これは勝利とか嬉しいニュースが入ってくるよっていうカードなんですけど、こういうね、願っていたこととか、おそらく天秤座の皆さんが願っていたことや、こうしたいなと思ったことの何かが叶うんだと思うんですね。それに対してのこういい報告を聞くみたいな、例えばお仕事でこんなことしてみたいんだっていう思いがあるとしたら、例えば、転職したいとかもそうですし、移動したいとかもそうですし、こんなこと始めてみたいみたいな何かそういう目的があるとしたら、それに対して何か道が開けるかのような感覚の情報が入ってくるんだなって思います。なので決してね、今ちょっとだけこう無理して頑張ってるって感じあるんですけど、全然それは何の無駄にもなってないし、実際はすごく動いてるっていう感じがあるので、おそらくそれをご自身でも確かめられるんだろうなと思いますよ。そしてその後カップの10なので、非常に満たされています。なんでしょうね、この感覚は。なんていうか、ちょっとね、今この瞬間、自分がこだわっていることや、絶対にこうしたいんだと思っているその目標だったりとかっていうものにとらわれずに、今ある状態を楽しめるっていう感じがします。先ほど言ったその違う角度から自分を見てみると、あ、なんだこんなにうまくいってるじゃないとか、こんなにいい気づきがあったっていうふうに分かるように、あ、なんだものすごく私って恵まれてたなとか、ものすごくこの大きな視点で見たら、ちょっと遠くから自分を見てみると、ものすごいこう奇跡のような連続で今の自分にたどり着いたなみたいな、なんかそういうこうほわっとした感じっていうか、全てを受け入れるみたいな、そんな温かい感じがあるので、ぜひその感覚に浸って喜んでくださいね。今自分がどれだけのことができているかっていうことに焦点を当ててくださいね。でそしてまた人間関係いいです。誰かとねちゃんと向き合って関わっていってるよっていうカードが出ています。これは特に自分のその感じてる感情や喜びや嬉しいことをシェアして、誰かとシェアして、その人も受け取ってくれる、その人の喜びも聞く、そしてその喜びが循環するみたいな、ね、形で非常にいい循環があります。で天秤座の皆さんってね、やっぱり人とうまくいきたいっていう思いが強い方が多いと思うので、この時期非常に人間関係いいですし、むしろつながれたとか、分かり合えてるみたいな、そういう感覚があるんじゃないでしょうか。そもそもオラクルがもうカップの6でね、もうものすごく優しさに溢れてるって感じがするんです。星で見るとその感情的にどうこうっていうよりも、とにかく世界が広がってるよとか、世界は明るいよみたいなエネルギーがバンバン来ていて、それに対して自分自身が心の扉をどれだけ開くかによって、その明るさや可能性っていうのが見えてくるんですけど、今のちょっと頑張ろうっていうエネルギーがちょっと違う視点から見た時に、いきなりふわっとこう優しい形で心が安定するっていうか、広がっていって、こう自分の中からね溢れてくるんですね、優しさが。そしてこの優しさを素直に出そう、そしたら受け取ってくれる人がいる、喜んでくれる人がいるっていう、こう本当に天秤座の皆さんが喜ぶようなエネルギー、美味しいエネルギーだと思いますね、これは。それを感じられるんだと思います。7月の前半は。もともと7月の、2日以降ってね、水星が獅子座に入るということもあり、自分をもう少し表現してみようかなとか、また他者との考えも理解しやすいとか、こう一緒に何かを作っていこうみたいなね、こう協力体制が始まるっていう感じがするんですね。でその協力体制、表面的な協力体制とバックグラウンド的な協力体制っていうのが2つちゃんと重なって、うまくやっていけるっていう、こういい流れがあるんですよね。なのでその流れの中で、おそらく人を通して作り上げていく世界観、人を通して感じるものがあるんだなっていうのが、今回のタロットで感じたことです。ただ気をつけることとして言うと、あまりねお互いの立場とかこう
自分が何を言ったから相手にどういう影響があるかっていうことはあんまり気にしすぎないでねって感じで言われています。その相手がどう受け止めるかっていうのは相手の状況によるし、こちらがどれだけそれを組んであげたとしても相手は違う風に取ることもあるので、そこを気にするというよりはもっと大きな可能性を信じてくださいと。今自分が何かを言ってしまったがゆえに壊れるんじゃないかっていう、そういうそこだけの関係性じゃなくて、もしそういうので誤解が生まれたとしても、その上で成り立つ2人の関係性とか、その上で成り立ついい塩梅の可能性がそこにあるっていうことなので、それを信じてなんていうのか、怖がらずにね向き合っていってほしいなと思いました。なんか乱したくないとかね、こう自分がそんなこと言える立場じゃないとか、そういうことを感じそうだなと思ったんですけど、もっともっと大きな視点で守られてますからね。ということでこれを踏まえた上でね、ちょっと人間関係とか、仕事のことを見てみますね。ちょっとねコメントの方にあったご質問で、ご家族のことを聞かれてた方がいらっしゃったんですけど、家族のことっていうので見ると家族関係も悪くないんですよね。全員が全員ものすごくいい状態でそこに存在するかというのは、それぞれの家族の形がありますからわからないんですが、一応家族として問題はない形で進んでいける。そしてその中でも自分が考えていることをこの人は分かってくれるっていうね感じがあるので、家族の中でも誰かにとはつながっていけるとか、理解してくれる、自分の立場や考えを分かってくれる人がいるっていう感じがあります。そして健康問題ね、聞いてこられた方もいらっしゃいましたが、健康に関してはちょっとね神経が高ぶっていたところが緩やかになるんだなっていう感じです。やっぱりちょっと緊張してるとか、頑張らないととか、どうしようみたいな、そういうちょっとキュッてこうね、意識がキュッて体が硬くなるような感覚から、よかったみたいな、ちょっと和んで人の優しさを受け取る余裕があるとか、誰かに優しくされてちょっとホッとするみたいな、そういうこうちょっと緩やかになる感じがあるので、健康として言われるとその循環が良くなるっていう感じがしますね。体の循環が、血液の流れやリンパの流れや気の流れが良くなるんじゃないかなと思うので、精神的なものやマインドを整えることで落ち着く症状があるんじゃないかと思います。お仕事ね見てみます。ラバーズとジャッジメントとペンタクスの5ということで、これはね自分の中ではすごくワクワクする、この時期ね、人と関わるのがいい時ですから、人と関わることによってやっぱり芽生えてくる可能性があり、そのことを一緒に可能性を探っていくのが楽しいみたいな感じがあるんですね。でいろんな案が出てくる。で新しい企画が生まれる。それはとてもいいんですけれども、なんか可能性がこう出てきてる時ってすごく楽しいんですけども、じゃあそれを現実的に落とし込んでいこうということで、こう現実的に考えていったらいろんなリスクが見えてきて、これも難しいねとか、いやこれってこんなにお金がかかるんだねとか、だんだんと最初に出てきたこのワクワク感っていうのが現実的なエネルギーでこう抑えられていくみたいな感じがあります。なので対策としては、この時期確かに社会運というのは開かれているので、可能性を見ていくとか、意見交換をするっていうのはとってもいいです。でその中から本当に確かなものを選んでいくんだっていうふうに思っておいてください。例えば10個ぐらいいろんな案が出て、いろいろ現実的に落とし込んで考えていた時に、これちょっと違うなとか、これ違うなって言って、一つだけ可能性が残ったとしても、9個なくなったと思ったとしてもですね、でもその一つはものすごく生きてるわけですね。輝いてるわけですね。それ十分なんですよね。なのでリスクヘッジを考えて、これは違う、これは違うというふうにやっているかもしれないんですが、その中から一つでもね、何か可能性が開かれるものがあるんだよっていうことなので、そっちに意識を向けてくださいね。別の言い方をすると、いろんな可能性とかは舞い上がりますが、結局本物しか残らないっていう形で精査されていくので、仕事運として言われるとなんか楽しそうなワクワク感っていうのはあるんですけれども、現実化する時に選んでいかなければならない。そして選んでいく時に何かを諦めているような気持ちになるかもしれないんですけど、それ諦めてるわけじゃなくて、
余計な雑草を抜いて生かしたいものを育てていってるっていう状態だということを忘れないでください。そしてちょっと人間関係見てみますね。人間関係すごく良さそうですけどね。あえて見てみたいと思います。カップの3とデビルとペンタクスの7ということで分かりますね。ちょっと星で見た時に今これだけねご自身の可能性っていうのは開かれて、自分の専門性や社会、生きていく世界っていうものが変わろうとしているみたいな時だからこそ、その自分っていうものがいかに素晴らしいかっていうのをまず感じてみてください。まずそこを自分を認めてみてほしいんですね。そうするとこんなに素晴らしい自分はどんな人と関わっていきたいんだろうかっていう形で、人との関係性の中にも変化が出てくるんですね。でもう王道ドストレートにその人間関係でいい人が出てくるよとか、いい運があるよっていうのではないんです。今そうではなく、自分自身っていうものをしっかりと確立して自分を輝かせていくからこそ、今まで自分がこだわっていた人間関係のコンプレックスとかカルマみたいなものを外していけるんだよみたいな感じがあるんですね。わかりますか？単に自分が欲しい人材やつながりたい人が来るっていうのではなくて、自分が変えていくべき人との関係の中での強く働いてしまっている防衛とか、どうしても自分が不安になったり自分が調子悪い時に他者に対してしまいがちな行動みたいなのに気づいて、それを取り去っていくことができたり、他者に平たく言うと、他者に対して自分がこだわっていることや気にしていることを克服していくための状況があるよっていうことなんですね。でその状況っていうのはダイレクトにその人と関わるというよりも、自分の世界を築くことだよっていうのが一番のヒントみたいなんです。なので普通の人間関係はいいですから、ちょっと聞いてくれるみたいな形で人と関わったり、一緒に飲みに行ったり遊んだりっていうのも楽しいです。でじゃあそれで楽しくて終わりではなく、こんなに楽しい仲間がいる、そして自分は自分の世界を生きるってなった時に、これまでこだわっていたことや気にしていたことや人との関係で変えていきたいことを変えていける匂いがするっていう感じかな。そこに触れるか触れないかはもう皆さんの自由なので、やっぱり見ないようにしますということで触れないで進んでいくのもありですよ。ただ今言われているのは癒し、人間関係においてのね傷を実は癒せる時だよっていうふうに言われているので、その癒し方っていうのが単に薬を塗ってはい治りましたではなく、自分がそれを自然治癒力で治していく力が強まってるみたいな感じで、自分で人との関係性の中でのコンプレックスをなくしていけるよっていうのがメッセージだと思いました。すいません、回りくどくて。はい、そんな感じです。でもトータル的に思うのは、この7月上旬で思うのは、本当に自分の中から溢れてくるこの可能性っていうものを自分で認めて、そして心を開いてみてください。そしたらすごいいっぱい受け取れるっていう感じがします。宇宙からも他者からもいいものをね。でそして和んでいくっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。次回またね7月中旬ぐらいに次の動画をアップしますので楽しみにしててください。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。また次回も皆さんからのコメントの中でこれ聞きたいみたいなものをできるだけ取り上げてお答えしていきたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。